皆さんこんにちは。坪田ラボ5元 TV にようこそ。心から歓迎します。この度ですね、9月の終わりに、もう1ヶ月前ですね、以上前ですね、第19回の国際近視学会があったので、その様子をちょっとお伝えしたいと思います。そこでね、坪田ラボ慶応グループは14本も出しまして、これ多分世界最大の、チームの一つです。これがその学会の要塞で、3夜って言って、だいたい1000人以上の人が参加してます。で一昨年だ2年に1回この国際近視学会っていうのがあってですね、去年はロッテルダムであったんですが、僕たち行った時600人ぐらいでしたから、かなり増えてきました。で3夜って何かっていうと、中国のハワイと言われているところで一番南なんですよね。もうちょっと行ったらベトナムなので、ハイ南とも呼ばれてます。ハイ南島っていうのがあって、でもうシェラトンホテルもあればハイアットもあればリッツ・カールトンもあってフォーシーズンもあって、もう本当にハワイのようなホテル群がずっと並んでいるというところですね。で我々はシェラトンホテルでインターナショナルマイポピアカンファレンスありました。この映ってる2人は坪田ラボチームから一緒に行ったチームです。で非常に偉い人がいっぱい来て、講演をしたわけですけども、特にこのガラディナーでですね、世界近視学会で表彰された人がいるので、これ何かっていうと、この20年間で最も近視の研究に貢献した人は誰かということで5人が選ばれました。残念ながら慶応坪田ラボチームは選ばれてませんけど、多分今度のその次の20年には絶対我々は選ばれるなともう確信しながら聞いてました。でこの中でもここに書いてありますけど、ベーシックリサーチね、クリスター・ウィルドセットっていうのが一番左、それイアン・モーガン、この人は外で遊ぶと近視が良くなるよっていうのをキャサリン・ローズと一緒に言った人、それからサラ先生動物モデルを一生懸命作った人、それからチュージャ先生ね、チュージャ先生とこのヤン先生は、中国の方で、チュージャ先生って我々が今アイバレーで大変お世話になっている方で、中国の近視研究の一番中心的な人ですね。でこれ60って書いてあるの何かっていうと、この国際近視学会という学会が60年になったんですよ。で今は2年に1回なんで、2で割ると2で60割れば30回目になるはずなんだけど、今実は19回目っていうのは、2年以上空いちゃった時、COVID の時もそうでしたけど、その前4年に1回ぐらいの時もあったので、60年経ったけど、19回目ということです。で僕も特別講演させていただきまして、バイオレットライトエフェクト、バイオレットライトもですね、だいぶ世界の中で認知されてきて、すごい反響でした。終わった途端いろんな人が質問に来てですね、バイオレットライトどうなのと。ちなみにレッドライトっていうの昔あったんですが、レッドライトって危険だからということで中国ではもう発売が中止になっちゃったので、だからお家では使えないんです。病院の中で特別に管理されたところだけで使えるという形になってきましたので、結構ライトテラピーっていうのは認知されてるんですが、その中でもやっぱり安全なバイオレットライトに注目が集まってきてよかったなと思いました。で坪田ラボはですね、慶応の眼科チームとともに、世界最大14本を、出すことができました。これ細かいのは省きますけど、例えばこんな感じですね。もうポスターでたくさんの研究者がねポスターの前でディスカッションするのがこの国際近視学会のいいところで、情報をこちらから渡すとともに向こうのいろんな意見を聞いて、研究にも生かせますし、すごく建設的な会でしたね。で僕も特別講演とは別に自分でも
乳酸菌がとても、禁止でいいよっていうような、話をしてみんな来てくれて「乳酸菌いいの?」と、乳酸菌って言ったらさ、やっぱりいろいろ乳製品結構子どもたち飲むじゃないですか。とそれが禁止と関係してるとしたらそういうものを飲むことによって禁止が予防できたらいいねっていう研究なんで結構中国の人からも注目を浴びました。それで最後にですねこれ英語ですいません IMI ディベートインターナショナルマイオピアインスティテュートのディベートっつってねディスカッションが10個あったので、全部やってると大変なんで1個だけ皆さんにこんな風にもうディベートっつってディスカッションされてるよっていうのをお伝えしたいんですがこれディベートの8ねどの禁止が病的禁止になるか予想できると思うか。例えばちっちゃな子供が今、いるとするじゃないですか。じゃあ6歳の子供で禁止がちょっとありますといいですか。その人が強度禁止になるか病的な禁止になるか予想できるかっていうものである考えはいやもう、非常に病的になる人は決まってるんだともう最初からこういう変なっていうかね、眼底とか、それから近視が非常に強いとか、そういうことで、6歳ぐらいでこれだったら絶対病的近視になるとかこれは絶対大丈夫だと予想できますよっていう考え方もある。でもう一つの考え方は、ディオプターマターズって言ってほんのちょっとでも1ディオプターでも近視になったら気にした方がいいよっていうどの近視が本当に病的になって失明していくかは分かりませんよっていう考え方があってこの2つをですねイアン・フリットクロフトっていう、ヨーロッパの、中心的な近視の研究者がノーすなわちできませんもうやっぱりみんなみんなちゃんと治療対象とすべきだっていう考え方それからドニー・ホアングねこれは中国系ですけど、いやできるはずだと例えばお父さんとお母さんも近視だとか、中国に住んでるのとオーストラリアに住んでるのではとかそういうのでできるはずだ、そしてですねこれが結果ですが一番上がですねディベートって言ってディスカッションする前にボートするんですよ。そうすると左側の白ができますイエス赤がノーで最初からみんなやっぱり世界の近視の専門家は予想ができないと言ってる。でそしてディスカッションしたらいいですか、やっぱり同じような流れでした、予想できるという人はほんのちょっと81人かなできないって言った人が266人だからこれ面白いですよね。こういうことをずっとやっていくわけ。0.01% のアトロピンは効果があると思いますかとかね、2つ組み合わせる治療法が主流になると思いますかとかいろいろやっていくんだけど、この結論は予想できないと。だから近視はちゃんと治療すべきだということで、我々の考え方と一致していました。っていうか10個全部出たんだけど大体坪田ラボの近視に対する世界観と世界の世界観は一致してましたのでいいねと、思いながらこのディスカッションを聞いていました。で非常に盛り上がったところで、次回のミーティングが決まりまして2026年、ヒューストンですねリサ・オースティンという方がこの人はやっぱりライトテラピーずっとやってて、今度ぜひ共同研究したいなと思ってる人ですけどそのリサ・オースティンが会長になりましたので、2026年さらに近視の研究は進んでいくものと思います。という以上で第19回国際近視学会、ご説明させていただきました。ご清聴ありがとうございました。